その場所で設置し続ければ、間隔を最小にして排水施設を設置できます。本当にこれで設置するの？だって、これしかわかんないんだもん。特にこの場所は近くには丘がある急斜面であり、1メートルでも低くなってしまうと傾斜が厳しくなります。あらかじめ地面を5メートル上げておくことで、この問題を回避します。こんにちは、この木です。リリーよ、よろしくね。さて、今回もシティーズスカイラインで最大人口を目指していきます。今回は上下水道の設置よね。はい。でも上下水道って設置するだけよね。設置するだけではありません。800町では直線でかつ最も間隔を狭くして設置する必要があります。そっか、できるだけ間隔を狭くしないと土地がもったいないものね。というわけで、早速設置していきましょう。では800町に戻るわよ。あれ、ここって800町じゃないわよね。設置前の動画がなくなってしまったため、後から動画を撮り直しました。まあ、町の名前が随分正直ね。センスのかけらもないわ。アンドロイドにセンスを求めないでください。設置する前の800町です。あ、わかったわよ。まずは、都市境界の斜面に合わせて10セルほど設置します。次に、陸側を5メートルほど高くします。どうして？岸壁は陸側と崖側を自動で判定します。解析等はしていないのですが、岸壁を設置した時に、標高が高い側を陸側と判断しているようです。判断する場所は岸壁から3から4セル先っぽいです。それに何の問題があるの？上下水道を設置できるのは、陸側のみです。陸側に排水施設を設置したいので、800町方向を少し高くします。岸壁ってどっち向きにも設置できるわけではないのね。岸壁を設置する5セルほど陸側に未舗装道路を敷設します。岸壁を引く補助線を引くために、オプションの道路の長さ、グリッド、ガイドラインをオフにします。道路の端から岸壁を引きたいところまで道路を敷設します。岸壁には海岸線が必要です。そうよね。岸壁を設置予定の標高の高い側にウォーターアウトレット、水源と電力を置きます。水源とウォーターアウトレットを水道管で結びます。道路のそばを少し低くし、水が溜まるようにしたら、ウォーターアウトレットを稼働させます。岸壁を少しだけ設置します。排水施設は道路があるので設置できませんが、都市の外です、と表示がなければ成功です。都市の外です、と表示がある場合は、補助線用の道路を短くして岸壁を設置し直します。一度岸壁を壊して、補助線用の道路から未舗装道路を敷設し、囲いを作ります。道路の間の地形を低くして水路を作ります。一番高いところの道路をこうします。岸壁を設置できれば OK です。その時、水のある低い部分が地面で埋まれば、そちらが陸側の判定をされています。水がある方が埋め立てられたわ。あとは、少しずつ水を流して、岸壁を伸ばしていくだけです。最後の部分で、陸側の判定が逆になってしまいました。岸壁ができたのに、水の部分が残っているわね。陸側の部分を高くしましょう。このように、岸壁の陸側判定は、水があるかではなく標高が高いかとなります。見た目じゃないのね、盲点だわ。今回のが、斜面が下っている境界側は、水が逃げてしまいます。なので、境界ギリギリ部分を掘るのはとても難しいです。このように、岸壁の仕様を理解しておくと、かなり厳しい地形でも岸壁を引くことができます。あとは、排水施設を設置していきます。岸壁の上には取水施設、排水施設を設置できます。
都市境界側に排水施設を1つ設置します。その隣にぴったりとなるように月の排水施設を設置します。隣にぴったりと置けるときには、設置済みの排水施設の側面が濃い緑色に光ります。その場所で設置し続ければ、間隔を最小にして排水施設を設置できます。ギリギリで設置する場合は、右スティックの視点変更を利用するのよ。排水施設が設置し終わりました。56基って蒸気を逸しているわね。全部稼働したら週672万立方メートルも排水されるのよ。東京ドーム 5.5 個分よ。それでも、足りるかどうか。そうなのね。足りない分は予算で対応することとします。それにしても、直線で並べるとすごいわね。これだけ並ぶと、壮大ですね。ここから東京ドーム 5.5 個分の市民のおしっこが流れると思うと、隣町は絶望ね。確かに。さて、浄水施設を建てていきます。水源のない800町では、浄水施設は大型給水塔を使えます。地下水を汲み上げるのね。日本でも地下水を利用した浄水施設はいくつかあります。有名なのは山梨県ですね。山梨県の中心部、甲府市は周辺が高い山に囲まれており、豊富な地下水が汲み上げられています。地下水は川の水よりきれいだそうです。そのきれいな水が各家庭に提供されています。今回は、エデンプロジェクトの隣に設置します。ここのレッドスペースに敷き詰めるのね。で、排水施設みたいに何かコツはあるの？ありません。視点切り替えで気合で敷き詰めます。あ、嘘でしょ。それでは、設置していきます。まずは、都市の境界に設置していきます。境界が両方赤くなったところから、視点切り替えを駆使してギリギリの部分を探します。視点切り替えでズームインすると止水塔を手前側に、ズームアウトすると止水塔を奥側に少しだけ移動できます。ギリギリの場所に大型給水塔を設置していきます。本当にこれで設置するの？だって、これしかわかんないんだもん。うまくギリギリに設置できる方法をご存知の方はコメントください。ちなみに、ギリギリに設置できると、設置済みの給水塔に重なっている部分の模様がこのくらいできます。これを参考に設置場所を狙っていきます。設置し終わったわ。排水施設は整地から設置まで30分、給水塔は34基設置するだけで45分かかりました。大変だったわ。ちなみに、数学に明るい方は気づかれたかもしれません。長方形に円を入れるが、六方細密重点が一番密度が高くなります。しかし、今回のケースでは格子状に円を入れる場合と数は同じになります。そうなのね。チャット GPT さんが言っていました。格子状の方が見た目が綺麗ですので、こちらを採用しました。シティーズスカイラインでチャット GPT を使ってるの、この木ぐらいよ。では、他の場所にも設置していきましょう。まだ設置するの？都市の北西に来ました。ここは、道路の角にあるため土地が16セルほど使用できません。ここにも設置するのね。はい、ここに4基設置するとぴったり収まります。北東の角にも設置しましょう。給水塔は地面が汚染されると水源が汚染されるので気をつけましょう。時間が経てば汚染はなくなるから、一番最後にここの給水塔を稼働すれば問題ないわ。これで上下水道の設置は終わりです。大型給水塔は全部で42基です。排水施設と同じ数じゃないのね。排水施設が週12万立方メートル排出し、大型給水塔は16万立方メートル給水します。それらの比率は3対4です。なので、排水施設56基に対し、大型給水塔42基で排水量と給水量が一致します。土地もほとんど無駄なく使えるようになりました。それにしても、この排水施設はすごい規模ね。でもさ、後ろの地面がむき出しっていうのは、ちょっとクールじゃないわね。確かにそうですね。スペースも若干余っていそうですし、ここにも岸壁工事をして、美しくしましょう。美しいのは賛成だわ。800町は合理的に、美しくよ。都市内にこういった賭けはできてしまうことがあると思います。
岸壁工事をすることによって、とても美しくなります。まず、岸壁を設置する場所を5メートルほど上げます。どうして？岸壁の陸側が高くなる斜面の場合、岸壁を高くします。逆の場合は、岸壁を低くします。これは、岸壁と周辺の陸側が水平になってしまうからです。今回の場合、岸壁が低いと、陸側の高さが低くなってしまいます。特にこの場所は近くには丘がある急斜面であり、1メートルでも低くなってしまうと傾斜が厳しくなります。あらかじめ地面を5メートル上げておくことで、この問題を回避します。なるほどね。崖を利用して少しでもなだらかな地形にしようってことね。岸壁を引きたい部分に未舗装道路を引いてからは、排水施設と同じです。無事に岸壁ができたわ。しかも植林されてていいわね。この植林は変更することができます。今回は桜っぽい木に変更してみましょう。とても素敵だわ。最後に岸壁付近を整地しましょう。岸壁付近は地形をなだらかにするがうまく機能しないので手動でなだらかにします。道路を引いて完成です。周辺の整地も含めて15分くらいでできます。岸壁ギリギリまで土地が使えるわね。これはたまたまですがうまくいきましたね。岸壁は自由度が高く使い勝手も良いです。都市に直接的な影響を与えるわけではありませんが、景観を抜群に良くします。特に工業地帯や大都市などによくマッチします。ぜひお試しください。今回は上下水道の設置でした。でもほとんどが岸壁工事だったわ。確かにそうですね。岸壁って街をとても美しくするし、気に入ったわ。機能的ですし、景観も良くなるのでおすすめです。みんなも動画を参考に使ってみてね。それで次回は何をするの？次回は地下鉄を設置します。また地下か。住民の足となる地下鉄は重要です。まあそうよね。次回も頑張りましょう。ここまで動画を見ていただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。それではまた。ごきげんよう。